ル中野のブルチャンネルありがとうございます。今回4回目になります。今日の題は、今まで一番印象に残っている、試合ということなんですけども、大体、いつもカナービデスマッチなんですよね。でも結構いろいろ話してるし、この話はもうちょっと違う時にもゆっくりしようと思っているので、その一番発端となったこのカナービデスマッチの発端となった試合っていうのが、その前にあった後楽園ホールでのブル中のグリズリー岩本対アジャコングバイソン木村というこの悪役4人が、メイベントヒールレスラーでメイベントで後楽園ホールで戦ったっていう試合があるんですけども、この試合はですね、私もグリズリー岩本もアジャコングもバイソン木村も全員同じ極門党っていうグループ、私の作ったダンプさんが引退後極悪同盟から極門党を作って一緒にいたグループの中での内部構想を、試合になったんですけども、私がトップでやっていて、アジアたちもどんどんみんな実力を上げてきまして、本当だったらねベビーフェイスいい方対悪役の私たち悪い方で戦うっていうのが今までのセオリーであったんですけども、いろんなベビーフェイスを会社が作ってきました。クラッシュギャルさんの後にいろんな、北斗だったり西脇みっちゃん堀田由美ちゃん、南鈴鹿ちゃん、いろんなメデューサとかもそうだし、いろんなスターを作ろうと思ったんだけど、なかなかクラッシュギャルズを抜くようなペアとかレスラーがいなくって、でたまたまその時に悪役同士での構想がちょっとになっていくんじゃないかなっていう兆しはあって、そこで会社が私とアジャたちに対して個別にですね、会社のやり方なんですけど個別に社長室に呼ばれて、私には「おいブルー」って「アジャがお前のことをいつかやってるって言ってたぞ」とか言って「そうなんですか」みたいな「そんなこと聞いてないのにな」と思ってるけども「そんなこと言ってんだ」ちょっと内心疑いが始まるわけですね。で今度アジャたちを今度会社が呼んで、アジャたちに対しては「ブルがいつかぶっ殺すって言ってるぞ」みたいな感じでお互いに焚きつけるわけですよ。でが高まっていって、結局それを本当に憎ませておいて「はいじゃあどうぞリングの中で」みたいな、そういうのが全日本女子プロレスのやり方なんですけども、だから本当に憎み合いながらリングに行ったんですね。で、ちょうど私はダンプさんの後を引き継いでそのまま自分の中でも悩んでるところがあって、ダンプさんっていうのは派手でちょっと最終的に明るい悪役になったのかな。派手なですね、しない振り回したりとかアルミ缶でガーンとか音が出て大きく見える技競技ばっかしいろんなものを使って派手な華やかなっていう悪役のイメージがあったんですけど、私はダンプさんを超えるためにこれ同じことやったらダメだと思って、今度ダンプさんが陽だったら私は陰にしようと思って陰を選んでしまって暗い静かな感じの悪役になろうみたいな感じがあったわけです。もうとにかくダンプさんのイメージを消さなくちゃっていう感じがあって、じゃあ陰になろうみたいなちょっと悩んでることがあって、髪型も変えたしメイクもいろんなものコスチュームもいろんなものを変えたりとかしていろいろやってるんだけどダメだっていう時期ですよね。その時にたまたま男子プロレスにアジャコングとバイソン木村がスポットで上がって、そこでちょっと人気が出てきて、でじゃあもう私とはまた全く違うタイプで、逆に言ったらダンプさんとかに似てる感じの面白い悪役になりかけてたんですね。で私は今まで明るくてっていうのを消そうと思って今までインでやったのがいきなり明るいの出ちゃったからこれまずいだろみたいな感じで、それはちょっと嫌だなと思ったんだけども、でも私がやったことっていうのはもしかしたら違うのかもっていう半分羨ましいなっていう、アジアたちに対してそうかこういうふうにやりたいことやってった方が良かったんだよなって羨ましい気持ちもあって、でそれがでもやっぱし私が一番だしっていうこの葛藤があったりとかしながら、でアジアたちも私を抜かせっていうことでその用意されたのがその後楽園ホールでの試合なんですけども、これは結局ね勝敗は私とグリズリー岩本は負けたんですよ。グリズリー岩本がバイソン決まりジャーマンスペクスホールドで、カウント取られて負けたんですけども、これをやった時に試合が終わった後に、私はリングの中で多分初めて
泣いたのかな、本気の涙、嘘の涙も出ませんけど女優じゃないんだし本当に心からあんだけ仲良くて可愛くて可愛がってたアジャだったんですけど、もうそのアジャが私の手の中から去っていく。で本当に2人で、バイさんと2人でやっていくっていう、そのもう目の前で本当にそれが起こってるんですよね。でそれを引き起こしちゃってるんですね、私がね。でそれが分かってあっちのチームが勝った。で私たちが負けたんだけども、アジャとの本当にやっていくのか出ていくのか、お前らなんかいらねえみたいな感じで多分言ったと思います。そしたらアジャが出てってやる、ブルーお前のことをなんかぶっ殺してやるみたいな感じのお互いのこう言い合いがあったんですね。アジャがみたいな。15歳で入ってきて細かったアジャがどんどん成長して、こんな私を今度殺すって言ってるぞみたいなもう本当にその時もう本当に寂しくて悲しくて、もう悔しいとかじゃなくて悲しくて本当に泣いちゃったんですけど、でも明らかになくなるってことは絶対許されないから、でも泣いたのテレビに出ちゃったんだけど、でもここでそうかって、もうここで本当に2人で今までやってきたことはお別れにして戦っていかなきゃいけないんだなっていうことをこう思い知らされた試合で、試合が一番やっぱ寂しくていろんな思いがあって印象に残ってますね。今思っても時の精神状態は二度とその後の試合ではないだろうなと思ってたぐらい、その後に結局カナミデスマッチでアジャとのシングルがあってもっと緊張するんですけども、その時結局試合ですごいドラマがあって、私でもアジャでもない人が勝敗を決めて、バイソンがグリズリーを取ったんですけど、結局グリズリーは、アジア人の先輩だったんですよね。でバイソンにジャーマで負けて、その後すぐそのまま引退してしまうっていう形になってしまったりとかして、こう出るものもあれば去っていってしまったものもいたりとかして、それを全部、一番いいのはそれを全てをリングの中で見せれたっていうことが、これは本当にレスラーとしていいことだと思うんですね。で全日本女子プロレスのプロレスラーとしても良かったなと思うんです。これが怪我をしたとかしょうがない。でもそうじゃない全然違うなんか私生活のことでいろんないざことがあって辞めちゃいましたみたいな感じの人もいたりとかするんで、それはちょっとなんかファンの人に全然失礼だし、リングの中で起きたことでそのが原因でいろんなことになっていったっていう結果はいいと思うんですけども、そうじゃないことがちょっと多い時期でもあったんで、これは本当にもうファンの人も一緒に共感できて、全てを一緒に見てる中での引退だったり、私が負けるであっちが勝つ、これがどうなるんだろうっていうすごく予感を皆さんにこう想像かきたてるような試合ができた一試合だったんじゃないかなと思います。そして悪役同士の試合がメインイベントになったっていうのが本当に、これは今となってはすごいことだったじゃん、喜んでよかったんだよねって思うけど、あの時はもう喜ぶどころじゃない、もう本当にもう悲しくて辛くてっていう試合だったんですけども、であの時にいろんなこと書かれましたね、雑誌とかでもね。私が一応トップだったんで書かれたんですけど、アジャが持ってきた市内でそれを取り返して、私がアジャをめった打ちにするんですけど、もう市内がボロボロになるぐらい殴ったんですね若かったから。でだけどなんかそんなことなんか雑誌に書かれたのは、そんなことして危ないじゃないかって書かれたんですけど、当たり前じゃないか、危ないんだよプロレスはってそれを前提でやってんのに、そんなことしたら危ないじゃないかみたいな感じで、今更みたいな。だけど別に私が持ってきた競技でもうガンガンやってんだったら、ちょっとそっかこの競技危ないからやめようかなとか思ったかもしれないけど、そうじゃなくてあっちが持ってきた競技を取り上げてやったわけだから、だからって正当化するわけじゃないですよ。だけどそれは危ないんじゃないかって今更プロレス雑誌が早くそういうことみたいなでもそれぐらいプロレスの記者たち、今まで一緒にずっとリングサイドで見てた記者の人たちにまでその衝撃があったんだなと思って、それはレスラーとして勝ちなんですよ。だってファンの人にもちろん勝たなくちゃ私はいけないんだけども、そうじゃなくてもういつもいるプロレスもう全てを知ってる、睡魔甘いも全部知ってる記者の人たちまでそういうふうに思わした。で私のことを憎いと思ったっていうことは、私はプロとして勝ったんだなとは、試合に負けたけども勝ったんだなとは思うんですけど、なんかそういういろんな思いとかもあったりとかして、いや一番ちょっと感情的にはすごくまだコントロールできてない悪役としてのブルー中野がいる中での出来事だったんで、一番リアルにお客さんが見れた、お客さんからしたら楽しかったっていうか壮絶でしたけども、楽しかったんじゃないかなと思う試合ですね。多分取材の人たちも印象に残ってるだろうし、ファンの人もそうだし、で私もこの試合は本当に今でもよく YouTube に上げられるんですけども、
懐かしいですね。であの時の泣いた思いとかで、それも今ではやっぱ今がすごくその後の展開だったりとか、そして今の私が幸せなんで、あんたこうだったよなっていうふうに今はこうやって笑って話せるんですけど、もしもうその時に辞めてしまったりとか、なんかこう今が辛い人生だったら、あの時あれがなければみたいな畜生みたいなそうやって引きずる人生になったかもしれないけど、ちょっとそれはね、そこはちょっと全然違う形で自分で解消できたっていうか、多分みんなあそこにいた4人はそういう違う意味で解消できたと思うんで、いい風に、リングの中で全部型をつけるっていうのが一番やっぱレスラーとしてはこれが一番いいね解決方法なんじゃないかなと思います。今となっては、あの試合が一番やっぱり印象に残ってるかな。あれが発端でずっとその後の戦いがね始まるんでね、初めのやっぱりどうなのこうなのってみんなが思ってるところをあそこでこれからこうしていきますみたいな感じのもうバーンっていう宣伝っていうか、みんなの意思がはっきり分かれて、あそこでスパッと分かれて、私はそのまま極元の投手として、でアジャはジャングルジャックっていう新しい自分たちのグループを作って、そこからまた展開が始まったんで、この試合がやっぱし一番印象に残ってます。